はい、皆さんこんにちは。今ちょっとカフェにいるので、コーヒーグラインダーとかの音うるさかったらごめんなさい。今日の朝ね、娘を幼稚園に送ってって、同じコンドミニアムに住んでる男性に、We are habitual people って言われたんですよね。で、habitual って日本語にそのまま当てはまる言葉がちょっと見当たらないんですけれど、まあ、すごく一貫して、同じ時間帯に同じところに出かけてって同じ行動をしたりだとか、すごくその一貫して同じ行動をとる種類の人間だね、僕たちはみたいなことを言われたってことなんですよね。で、私はまあまあ自分のことをこだわりのある人間だとは思っているけれど、結構適当だなと思ってて、で、そのハビチュアルって言われたことで、少し自分について考える機会をもらったんですよね。で、そのハビチュアルにすごい似てる言葉としてコンシスタンシーって言って、このコンシスタンシーっていう言葉があって、例えばどういう時に使うかっていうと、夢を叶える時に、やっぱりそこでどんなことがあっても粘り強くずっと努力し続けるっていう、そういうのをコンシステントで、そういうのをコンシスタントって言うんですよね。で、私はね、すごく自分で好きな時に好きなことをやるっていうのを、そういう人間だと思ってたし、特に今その性質が強まってるんじゃないかって思ってたんですよね。好きなことばっかり、まあ好きなことをして生きていくって言ったこともあって、好きなことばっかりやってる。で、そんなこんなしてるうちに、まあ考えたら、もう3月真ん中ぐらいまで来てて、1年の4分の1が終わりそうだっていうことで、で、私はすごく自由でいる自分っていうのが好きだし、自由で居続けたいと思うんだけれども、完全に習慣にとらわれるっていう意味でなくても、そのハビチュアルだったりって言われる自分で、自分の面もあるんだなっていうことを、まあ、新たに発見したってこともあって、もっとこの粘り強く何かに向かって努力をする、このコンシステンシーのある人間になった方がいいんじゃないかって思ったんですよ。全くそういう面がないっていうわけじゃない。今までも努力して何かを手に入れたことっていうのはあるし、今も、まあ、ちょっと努力してみてることはある。なんだけど、ふと気づいたのがね、みんなこの粘り強さがないって悩む人って時々聞くんですけど、果たしてそれはどうなのか。粘り強さのない人間なんて一人もいるんだろうかって思った時に、いやいないっていうのが自分の答えだった。で、それはどういうことかっていうと、みんな粘り強く自分がやりたいことをやってるんですよね。やり続けてる。例えば私の場合は本を読むっていうのを粘り強くやってる。コンシステントに。で、そこに加えて、もう今年からは好きなことを好きな時に気が済むまでやるっていう風に決めてるし、自分の好きなことしかやりませんよっていう風にもうみんなに宣言した通り、それをまあ生きてるので、本当にまあちょっと見る人から見たら低たらくな生活そんな感じなんで、例えばね、毎日夜寝る前とか本も読んだりもしつつも Kindle とか、なんか Kindle で、あ、眠いって思ったら、寝落ちしてもいいように、寝落ちしてもいいようにっていうか、まあちょっと、それはまあさておき、まあ、30分以上 YouTube とか見てんですよ。で、それをね、まあほぼ毎日やってると。じゃあそうした時に考えたら、私ってこの
まあ、1ヶ月30日だとしてね、それを毎日30分 YouTube を見たとしよう。そうすると、15時間、1ヶ月で15時間を、その、コンシスタントに意味もなく、ただ YouTube を見てるってことですよね。で、その15時間、他の人にとってはわからないけれど、例えばスマホをこうスクロールしてる時間だとか、テレビを無意識でこう、なんかこう、ちゃんと見てるわけじゃなくて、こう目に入って映ってるのを、ただこう、聞き流すような感じで見てる人だとかっていると思うんですよね。なんか、それと同じように、こう、私も粘り強く、無駄に時間を過ごしてるところって絶対あるよなって思って、このね、2025年のやりたいこととして2つ挙げたじゃないですか。本読みたい、それと書きたいって。で、書きたいっていうところについて、ブログを始めたいなっていうことを話したけど、果たしてどこまで進んでるかっていうと、頭の中で、ああでもない、こうでもないっていろんなアイディアが生まれてノートに書いたりとかしてるけど、でも実際にみんなに見てもらえるようなブログとして作ってないんですよね。で、もし私がこのコンシスタントに毎日こう無駄に費やしてる30分を、その YouTube 全部がダメっていうわけじゃない。私の YouTube もやっぱり見てほしい。だけど、その何も得られるものがない見方をしてる。私のその30分は。何も考えずにただ人の声を聞いてるだけっていう、そういう無駄に費やしてる30分をそのブログにかけてみたらどうなるんだろうってちょっと思ってね。で、やっぱり1日24時間で、私はまあ睡眠時間が長くて、その24時間のうちの8時間9時間とかを睡眠に当ててて、その残りの時間で何をしてるかっていうところじゃないですか。人生の終わりに何が得られるか、人生の終わりにどこまで到達しているかっていうところを考えたら、で、やっぱりみんな粘り強く何かを続けてる。粘り強くない人なんて一人もいない。本当にみんなスマホをスクロールしたり、あるいは私のように YouTube を30分、40分見ちゃったり、あと、何の考えもなく、本当に必要ではないって自分で分かってるのに、こう、まあ、ポテトチップスだとか、お菓子とか、もうずっとつまみ続けたり、で、気づいたら一袋、一箱全部終わってましたみたいなね、そういうことを絶対やってる。で、その積み重ねが、まあ、これなんだなって思って、まあ、これって私の場合は、2025年の1年の4分の1が過ぎてしまったと。本はすごく読めてるよ。でも、ブログは進んでますか、進んでませんねと書いてますかっていうと、まあ自分の、まあこのね、ノートにただ、なんかいろんなものを覚書きしたりとか、まあこんな、なんでしょうね、もう、ブログのアイデアとしてね、なんか書いてみたりはしてるけど、でも、みんなに届けられるように形になってない。存在してないと同じになっちゃって、それはもったいない。だから私は今日の朝、まあその同じコンドミニアムに住んでる彼がハビチュアルな人だって私を呼んでくれたけれども、それを自分が目指す未来にも活かせるようにしようってしたいって思いましたね。しよう。でね、これを見てくれてる人もね、本当にね、自分ってどうして頑張れないんだろう、どうして粘り強さがないんだろう、どうして最後までやり抜けないんだろうって思ってる人がいるかもしれない、悩んでる人がいるかもしれない。でも私に言わせてほしい。あなたは本当に粘り強さがある。粘り強さのない人なんて絶対にいない。あなたが何年生きてるかわからないけど、10年、20年、30年、40年とか、場合によっては50年とか、
その生きてる間に長いことずっと粘り強く続けてきてることってあると思うんですよ。例えば女性だったら朝起きて外出るときには絶対にノーメイクでは出ないって決めて15分かけて必ず化粧してる。それも粘り強く化粧をするっていうことをやってるじゃないですか。それだとか、ちょっと、ちょっとだけのつもりで夜仕事から帰ってきて、学校から帰ってきて、スマホを、あるいはタブレットを、ゲーム機をこういじる。それで1時間ぐらい、まあ大体1日に1時間ぐらい費やしている。その携帯を置いて自分に何得られたのかって分かんないような、そんなね、意味での費やしてるって意味なんだけれど、その行動も毎日毎日やっていたとしたら、それはある意味、いい意味ではないかもしれないけれども、ある意味粘り強くあなたが自分で自分の体に頭に教えてきてる行動ですよね。粘り強さ、あなたが時間をかけて育ててきている粘り強さ。でね、この粘り強さ、私もね、この1日3、40分見てるこの YouTube の時間をね、違った方向に向けて、もっと自分のやりたいことに向けたいなって思いました。という決意のビデオです。それとね、自分の粘り強さがないんじゃないか、もっと頑張れたのにってちょっと思ったりしている人がいたら、少し勇気をもらってくれればなと思います。粘り強さのない人はいない。ただ、その粘り強さが違った方向に、違ったものに向けられているだけで、そこにかけてる時間、エネルギー、その矛先を変えれば、自分のところに返ってくる。ちゃんと実のなるものになって、自分が喜びを得られる結果になると思う。っていうことです。じゃあ、今日はこのくらいでいきます。